皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、立憲民主党が紙の保険証復活法案というのを衆議院に提出した件について解説します。皆さんは医療機関を受診するときに、まだ期限の切れていない紙の保険証を使うでしょうか？それともマイナカードで手続きをするでしょうか？私の場合はすでにマイナカードに移行しています。使ったことのない人にしてみれば、どうやって使うんだろう、もしも使ってトラブルになったらどうしようというふうに大変不安になるといったこともあるでしょう。しかし実際には使ってみればなんだこんなものかといった具合にして非常に簡単にさっさと手続きが終わるものです。暗証番号と顔認証があるのですが、顔認証の方が私の場合だとあっという間に済んで、特に何か手間取るといったことが発生したことはありません。初めて使うのが不安だという方は、いっそのこと家族の方と一緒に手続きをしてみるといった体験をするのも良いかもしれません。さて、ではなぜ紙の保険証について私が問題だと思っているかについてお話ししておきましょう。紙の保険証を見れば明らかですが、顔写真がついていないものです。つまり、この紙の保険証というのは性善説に基づいて運用されているものであり、非常にガバガバなセキュリティ対策の不正利用しようと思えばいくらでも不正利用できるような犯罪者向けの格好の餌食になってしまうような代物に過ぎません。例えば、日本に不法滞在している人が体の調子を崩して病院にかかりたいなと思った時に、誰か知り合いから保険証を借りて病院で診療を受けたとしましょう。顔写真がついていないものですから、本人確認で誰々さんですかといったことを聞かれて、はい、何々ですと、紙の保険証に書いてある名前を応答すれば、それ以上確認のしようがありません。この不正利用をしていても摘発が困難だというぐらいに、このセキュリティの甘さというのが問題なわけです。実際に摘発されたこの不正利用については、数としては非常に少ないと言われています。私はこれは逆に言えば、それだけ摘発が困難なぐらいにセキュリティがざるすぎるというふうな証拠だと思っています。この顔写真のなさといったものがあって、現在では本人確認証としての効果が認められない場面もどんどんと増えてきて、それゆえに紙の保険証が廃止されるのは私は良いことだと思っています。また、マイナカードでの受付といったものが進められるようになると、開業医の中には何か機械が新しいものが入って、これに対応できないから廃業するといったことなども発生し、これをもってしてマイナカードを使うなんてもってのほかだみたいな社説を書いている記者などもいました。しかし、私にしてみれば、そのぐらいのことに対応できないようであれば、そのお医者さんやその診療所は、現代から見ると、知識や情報の更新が全くできておらず、ちょっと医療機関としても心配なぐらいです。そして、このことは、マイナ保険証から離れて電子カルテの導入が進んでいない理由とも、ちょっと絡んでくるように私には思います。昔覚えたもう何十年前の医療知識をもとにして診察をしている医師のもとにはちょっと私はかかりたくはないですし、医療情報をしっかりと記録し、また時には必要とあれば連携してくれるようなところの方が私は自分を見てもらいたいです。もちろん現在のマイナ保険証のシステム周りについては改善の余地がたくさんあって、まだまだ良くする必要はあるでしょう。例えば薬が重複していないかどうか、いわゆる診療所を何件も何件もはしごして薬を大量に出させるような人がいた場合において、すぐにでもこれを発見できるように、その人が薬をどれだけどんなところで出してもらっているか情報が速やかに更新されるようにしなければなりません。現在ではまだまだしばらく経った後でようやく判明するぐらいの時間差があります。こうして話をすると、いやいや A というところで薬を出してもらって B というところで薬を出してもらった。それを医療機関側が把握するなんてプライバシーの侵害だといったような話をして抗議する方がおられます。しかし、飲み合わせの面で明らかに A と B 両方の薬の状態を知っていた方が患者さんのためにもなりますし、転売目的での同じような薬を大量に次から次と出してもらうような人の存在はもっと早く発見する必要があります。それはマイナカードのシステムじゃなくて裏側のシステムでしょと思われるかもしれませんが、データは最初から一貫してシステムの中に組み込んでいくことの方が大事ですから、紙の保険証を一回通すよりもそうした
最初の手続きの段階からデータ連携をしやすい形へと持ってくるこの一手間を減らすことも非常に重要なのです。基本的に物事は一つ一つの効率化の上に全体の適正化がどんどんと進んでいきます。何か一つの引っかかりを放置してこれぐらいいいやといったことをやっていると結局のところいつまで経っても物事が進展しないことになってしまうわけです。そうした意味で立憲民主党の出してきた紙の保険証復活法案というのは私から見れば問題があるんであればその問題を解決することに全力を尽くすべきなのに問題点をそのまま放置温存してみんなに負担をいつまでも課すようないわゆる逆行した行為のようにしか私には思えません。立憲民主党がこのような行動をとるのは古いものから新しいものへと移行するときには必ずそこに不安を持つ人やこのままで良いのにと現状維持をしたがる人たちといったものをなんとか自分たちの味方につけようとするそうした自分たちの通り当力の考えた行動に思えてしまいます。というわけで今回は立憲民主党が紙の保険証復活法案というものを出してきました。現在のところこれに賛同するような動きというのは私が見た限りではなくてマイナカードの利用促進を図ろうとする自民党もそうですしその他国民民主や維新の会も紙の保険証を今から新規に発行するなんて情報の効率化に逆行する行為だとして批判しています。本当立憲民主党は賛同できない行動をするものです。この動画を見ている人で立憲民主党の支持者の方がおられた場合、かなり私の言っていることは腹が立つかもしれませんが、これは感情論ではなく、理論的に言ってもおかしな話をしているようにしか見えないからこそ批判しているわけです。その点はご了承ください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。